皆さん、こんにちは。チョコジャパのお時間です。今週もラジオを聞いてくださりありがとうございます。12月も下旬に入ってもうすぐクリスマスですね。今日はクリスマス間近のラジオということで、日本のクリスマスについてお話ししていこうと思います。日本はハロウィンが終わると一気に街がクリスマスムードになります。終わるというか、もはやハロウィンがまだ終わっていない時期からお店でクリスマスのグッズが売られ始めます。今年ももうクリスマスの雰囲気を2ヶ月くらい味わっています。でも毎年のことなのにクリスマスってワクワクしますよね。皆さんはいつもクリスマスをどうやって過ごしますか？家族と過ごしますか？友達と恋人と過ごしますか？日本では家族と過ごす人ももちろんたくさんいますが、恋人と過ごす人が多いです。クリぼっちという言葉が使われていたこともありました。クリぼっち、意味がわかりますか？これはクリスマスを一人ぼっちで過ごすという意味です。クリスマスに一人ぼっちを短く言った言葉ですね。一人ぼっちというと、一人で過ごすという時より少し寂しい気持ちを感じます。クリスマスを一人ぼっちで過ごすという時の一人ぼっちは恋人がいないという意味で使うことが多くて、クリぼっちは寂しいというイメージがありました。今はあまり聞かなくなった言葉ですが、こういう言葉があるくらい、日本ではクリスマスは恋人と過ごすものという考えの人が多いと思います。恋人がいない人は、クリスマスまでに恋人を作るために積極的に動くという人も多いんですよ。子供の頃のクリスマスといえば、プレゼントも欠かせないですよね。これは同じ国でも家庭によって違うと思うんですけど、私のうちではクリスマスの少し前にサンタさんに手紙を書きます。欲しいものを書いて、その手紙をテープで窓に貼ります。サンタさんが家の外からでも読めるように、字が書いてあるところを外に向けて手紙を貼りました。そして25日の朝、起きると枕元や足元にプレゼントがあって、それを布団の上で開けるというのがクリスマスの朝の過ごし方でした。サンタさんへクッキーの差し入れをしたこともありましたが、食べてもらえませんでした。毎年綺麗な紙がプレゼントを包んでいて、子供の頃の私はその紙がとっても好きだったので大切に取っていました。今でも何枚か残っています。大人になっても恋人や友達や家族とプレゼント交換をしたり、友達の家に集まってタコパ、たこ焼きパーティーとかピザパーティーをしたりしてとても楽しく過ごします。チキンやケーキを食べる人も多いですね。クリスマスの日に店へ行くと買えないこともありますから、事前に予約しておくんです。今はコンビニでも大きいケーキを売っていますから予約して買うことができます。もちろんレストランへ行く人も多いです。レストランも予約がいっぱいで入れないということもあるので、みんな事前に予約します。私は人混みが苦手なので、クリスマスは家で過ごすのが好きです。のんびりできますしね。皆さんはどんな過ごし方が好きですか？今年はクリスマスイブが日曜日で、クリスマスが月曜日ですが、お仕事の人もいるかもしれませんね。
今日は日本のクリスマスについてお話ししました。今年のクリスマスも皆さんにとって素敵な時間になりますように。それではまた次のチョコジャパでお会いしましょう。またねー。